皆さんこんにちは。リゼクリニックリードドクターの赤岩優希です。今回はリゼクリニックでも人気の治療ケアシス S の新薬剤が登場しましたので、薬剤の使い分けについて詳しくお話をしていきたいと思います。それではぜひ最後までご覧ください。まずケアシス S についておさらいですが、ケアシス S は簡単に言うとイオン導入の仲間になります。従来のイオン導入はですね、イオンと言われるようにイオン化した薬剤をですね、電気の力を使って導入していく機械になります。で、今回のケアシス S はですね、進化バージョンになっておりますので、エレクトロポレーション機能とですね、クライオ機能というものを搭載した最新の機械になっております。まずエレクトロポレーションですが、イオン導入とは違ってですね、一時的にちょっと穴を開ける、感じでですね、中に薬剤を入れることができますので、今までイオン化して入れていた薬剤よりももっとレパートリーが多く薬剤を選んでいただけるようになりました。またですね、クライオ機能と呼ばれる冷却機能を使っていくことで、毛細血管をですねぐっと引き締めることができますので、入れるのはもちろんですね、その後出ていかないよみたいな感じで保水の力もより強くなっております。またこのケアシス S ですね、ちょっと冷たい機械にはなるんですが、一切針を使わない治療になりますので、最近流行りのスキンブースターって結構ダウンタイムがある治療が多いんですけど、ケアシス S は脱毛後とかですね、またレーザー治療後みたいな感じの、少しちょっとお肌が疲れている後にもですね、安心して使っていただける機械になります。なので、ダウンタイムが一切ない、そして、しっかりと保水をする、保湿をするといった機能もしっかり入っていて、かつお手軽ですね。2週間に1回やっていただくこともできるぐらい安全な機械になっていますので、ぜひケアシス S 試していただきたいと思っております。では薬剤のご説明をしていきたいと思います。まず1つ目ですが、やっと入りました。ビタミン C 誘導体になります。これですね、すごくリクエストが多かった薬剤なんですけど、何に一番効いてくるのかというと毛穴になります。男性の方で脱毛後にですね、鎮静のためにケアシスをやりたいってなった時に、お悩み何が一番気になりますかっていうと、大体の方が毛穴の詰まりとかニキビとかおっしゃる方が多いですね。ビタミン C はそういうものに効いてきます。例えば、ビタミン C をちゃんと誘導体を入れておくとですね、ニキビができづらいお肌を作ることもできますし、毛穴のぐっと引き締めにもなってきます。あとは一番強いのは皮脂のコントロールをしてくれます。油が出すぎるとこれまたニキビになりますし、油が出すぎないと今度もっともっと保湿しなきゃとまた油が出てきてですね、これもまたニキビになります。なのでニキビの大前提、肌荒れの大前提って実は根本は皮脂になります。なのでこの皮脂をちゃんと適正に調整するっていったところにビタミン C 誘導体が効いてきますので、ぜひ使っていただきたいです。もちろんですね、ビタミン C 皆さんが飲んでらっしゃるサプリメントとか、またお食事で摂っていただくことももちろんですし、お家でのケアでも使っていただく分にもいいんですが、やっぱり飲んでいてですね、これって結構尿に流れる水溶性のビタミンなので、朝昼夜でちゃんと取らないとですね、いきなり1週間に1回ドーンって取っても何も効いてこないので、お家ではしっかりこまめに取ってもらう。でケアシス S でも定期的にこまめに入れてあげる。お家でもケアしてあげる。なのでビタミン C 誘導体は本当に好きあらば取っていただきたい栄養素っていう感じで使っていただければと思います。2つ目ですね、トラネキサム酸になります。トラネキサム酸は結構皆さん美白治療のためにされている方多いと思うんですけど、実はこれ美白だけではなくてですね、抗炎症作用というものがあります。喉が痛くてですね、ちょっとお医者さんに行くとトラネキサム酸処方されることあると思いますけど、あれって何のために使われていると思いますか？そうです、腫れを抑える、喉の腫れを抑えるために使われてるんですね。なので要するに、脱毛した後とかレーザー治療の後ってちょっとダメージを負って肌が炎症を起こしています。これをしっかりと鎮静してあげる、炎症を抑えてあげるというものにトラネキサム酸を使っていきます。なので、ちゃんと抗炎症が整っていればですね、お肌の色ムラも良くなりますし、また、もちろん美白にも効いてきますので、肌のトーンを均一に持っていくことができます。トラネキサム酸もですね、先ほどのビタミン C と同様、内服とても大事になってきます。でもですね、内服飲めない方も結構いらっしゃると思います。
例えばピル飲まれて3ヶ月以内とかですとちょっと血栓が飛びやすくなるので心配なのでやめておきましょうとかですね。あとはですね何か今お薬を飲んでいて飲み合わせが悪いので一度服薬の併用は中止しておきましょうっていう方とかですね。あと結構よく聞くリスクとしてはお腹が緩くなるっていう方もいらっしゃいます。トラネキサムさん始めてみてですねちょっと下痢っぽくなっちゃったみたいな方もいらっしゃるので、そういう方はちょっと内服ではなくてですね何か概要でいいものはないですかっていうお話になってくるんですが、お家でですねトラネキサムさんが含まれているスキンケア使われている方もいらっしゃると思うんですけど、実は毎日毎日頑張って塗ってもですね表皮一番上の部分にしか効いてきません。上の部分に塗っておくことにももちろん塗らないよりはいいんですけど、洗顔をしてですねターンオーバーが起きてですね一番上に塗ったものってすごくもったいなくすぐに剥がれていってしまいます。なのでケアシス S でしっかりとトラネキサム酸を真皮の深層に入れておくことで次のお肌に効いてきますので、しっかりと奥まで入れ込んでおくことが大事ですよというお話をしております。あとは乾パン治療ですね。論文ベースでもまずはトラネキサム酸の内服が大事と言ってお話をしていますが、2つ目にもちろん塗り込んでいただくことが大事です。そして3つ目はですねレーザー治療しっかり炎症を抑えていくっていうことになりますので、こういった乾パンに悩んでいる方も何を使ったらいいかなという方はトラネキサム酸のケアシス S 選んでいただければと思います。3つ目はですね一番人気の幹細胞培養醸成器になります。すごく長いお名前ですけど、これ一番簡単に言うとですねプロテインですね。お肌の筋トレの時のプロテインですよっていうようにお話をしています。赤ちゃんの頃って何かちょっとピッと引っかいてもですねまた1週間すると綺麗に治っていたりしますけど、なんかだんだん全然治らなくなってきますよね。こういう時に幹細胞培養醸成器を使ってあげることで成長因子をぐっとドーピングすることができますのでお肌の再生を促してくれます。同じようにですね、私たちが今使っているポテンザとかですね、こうやって針をザクザク刺していくものもそうですし、あとは脱毛のレーザーもですけど結構しっかりとバチンと当てますので炎症が起きていますよと。でただただダメージだけ蓄積していくとですね肌をきれいにしたいためにやっていたのになんだかお肌が疲れていってしまうということになりますので、幹細胞培養醸成器を使ってあげることでしっかりと弾力があって張りがあって、しかも全体的に平均点のお肌になっていきますので、お肌がなんだか調子がいいね、何か悪くぐっと落ち込まないねみたいなお肌を作っていただくことができると思います。ドクターズコスメとか見てみると結構幹細胞培養醸成器と書いてあるものがありますが、これをしっかりとせっかくいい成分なので奥まで入れたいですので、こういう時はクリニックの医療機関でしっかりと中まで入れてあげることができますので、幹細胞培養醸成器を使うんだったら奥まで入れないとせっかく高いしっかりとした薬剤なのでもったいないということでぜひ選んでいただきたいです。今3つお話をしましたけど基本的には最初のビタミン C トラネキサム酸は栄養素とするともう少しっていうところなので、幹細胞培養醸成器にあなたは毛穴が気になるんだったらビタミン C ですよ。で幹細胞培養醸成器にあなたは気になっているのがくすみとか炎症だからトラネキサム酸ですよみたいな感じで、2つ3つ併用してあげればいいと思いますので、どういうふうに組み合わせたらいいかわからないという方はぜひご相談いただければと思います。ではですね、通い方と頻度についてのお話ですが、一番優等生に通っていただけるとすると2週間に1回ですよというお話をします。やっぱり好きな方も多いのでもちろんその通い方をされている方もいますけど、これを見てる皆さんですねちょっと2週間に1回なんか無理だよっていう方いらっしゃると思います。そういう方にご案内するのは何かの施術の日に同日にやっていってくださいというお話をします。例えば脱毛した後のお肌って結構なパワーで痛いですよね。後って肌がすごく荒れてる状態なので、毛がなくなったとしても毛穴が開いてですねちょっと荒れた状態になっております。こういう時にケアシス S を使ってあげるとですね肌が鎮静されてしっかりと落ち着いた状態でお家に帰っていただくことができます。あとはですね、レーザー治療した後って水分が持っていかれている状態になっているので、鎮静と保湿のために使っていただきたいので、何か施術した後にはぜひ
同時施術だよというふうに覚えておいてください。であと、通い方のお話で言うと、冬場ですね乾燥するので、粉が吹いてですね化粧のりが悪くなってしまうという方は、冬場だけ2週間に1回通ってくださっている方もいらっしゃいますし、あとはですね真夏ですね、結構男性の方で日焼け止め塗っていても肌がほてってしまってですね、なんかずっと赤黒い感じが続いている方とか、1回鎮静がてら来ていただくとお肌がしっかりと戻っていってですね、ターンオーバーがしっかりと促されるっていう方もいらっしゃいますので、夏場も2週間に1回通っている方結構いらっしゃいますね。日焼けとか乾燥とか肌のダメージ後の調整のために使っていく機会になりますので、何かの後のレスキューみたいな感じの使い方でもいいですし、施術で月1で通っている方、その同じ日に使っていただくというふうに覚えていただければいいと思います。ここまでですね、ケアシス S の薬剤についてお話をしてまいりました。薬剤の使い分けといってもですね、ご自身で選ぶの結構難しいかなと思います。また併用もすることができますので、どういうふうに通ったらいいかわからないという方、まずは私たちにご相談いただければお勧めさせていただきますので、まずクリニックにお越しください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。